訳者のメモ。主の祈りについて。主の祈りは、教会で最も大切にしている祈りである。本書の冒頭で、隠者ヨハネ、後の洗礼者ヨハネとの出会いによって引き出された祈りは、現在教会で使われている主の祈りの前半部だけである。これは大いに検討してみる必要がある。最初に特記すべきこととして、この祈りが設定された場面は、新約聖書によれば、弟子たちに模範的な祈り方を教示するという形で述べられている。しかも弟子に請われて、このように祈りなさいと記されている。ところが本書では、高潔な義人ヨハネの面前で、しかもヨハネを祝福するような形で、イエス自らが祈り出したと記されている。よくよく考えてみると、祈りとは摂理にかなったことを心の底から噴水のような勢いで神にぶつけるとしても、あるいは頭を空っぽにして神との融合を図るにしても、基本的には当人のものであるから、他人から教えられて行われるものではないと思われる。したがって私はイエスが弟子たちの前で高飛車に教えたという記事はとても信じられないのである。本書におけるイエスを深く知れば知るほど、この場面設定には矛盾と無理があるように思えてならない。むしろ山深い静かな洞窟の中で瞑想している聖者ヨハネの面前で、小さな落ち着いた声でイエスにふさわしい祈りであると思う。第二に特記すべきこととして、聖書に記されている主の祈り前半部のみが語られていることである。教会ではこの祈りの前半部において神の栄光を求める三つの祈りを教え、後半部において人間に必要なものを三つ追い求めるように教えている。本書においてはその後半部がないのである。後半部の第一は日々の糧である。第二は罪の許しである。第三は試練を減らすことである。イエスの徹底した天の御父への信仰から見れば、日々の糧などはわざわざ祈り求める対象ではない。一羽のスズメや野の草一本に至るまで目が行き届いている神に、どうしてこんなことが祈れるであろうか。さらに人間が犯した罪は、許すとか許さないとかいう次元のものではないはずで、神の創造原理の大原則の一つは、自分がまいた種は、第三の祈りに至っては少子の沙汰である。試練こそ、その人の徳を高め、霊格を高めるための貴重なチャンスであるというのに、それを避けて通れるように願い求めることをイエスは絶対に教えるはずがない。教会には大変申し訳ないが、主の祈りの後半部に関する限り、俗物の過失であると思っている。私はこのことに気がついてから、祈りの時には後半部を除くことにした。贅肉が取れたような、すがすがしい気分で祈りを終えるようになった。神の栄光のみを教えることこそ、イエスの本願であり、私もそのようにありたいと思っている。